にちは、佐久間美桜の美ボディ研究部部長の佐久間美桜です。今日はですね、ちょっと平和主義な私のチャンネルとしては少々珍しい内容になりますが、前々から今日のタイトルはチラチラと質問いただいてて、いろんな意見があっていいと思っているのでずっとスルーしていましたが、最近ちょっとね、バストアップについての話題が急上昇しているようで、せっかくやる気を出していたのに不安を抱えてしまったうちの部員がいるのでね、部員を守るためにも部長としての考えは一度お答えしておくべきかなと思って、今日は私が思うこと3つについてお話ししていきます。まず1つ目は巷に広がるバストアップ商品について、2つ目は私がバストアップした期間だったり方法について、そして3つ目にお医者さんが不可能だと言っている件についてです。いやー、世間的に注目の高い話題に触れるとね、私の今までの動画をちゃんと聞いていない方でもパッと見の印象で偏見を持たれてしまったり、私の意見が邪魔に感じる方からの攻撃もあるかもしれないので、正直触れたくないのですが、でもね、それより大事にしたいのは部員なので、伝わる人にだけ伝わればいいなと思って今日はお話していきたいと思います。暗くなっても仕方ないのでね、明るく見てください。あくまで私の意見です。それでは行ってみましょう。レディゴー。まずは巷のバストアップ商品、ブラ、サプリ、クリーム、育乳サロンに包協が可能なクリニックなどについてです。私が使用した経験があるかなども含め話していきたいと思います。ちなみに育乳サロンや包協が可能なクリニックについても商品というジャンルに入れたのは、健康保険適用外の行為になるので、そういったものも全て商品だと私は考えているからです。もちろんね、事故や病気などで失った心の穴を埋めるための美容整形手術などもあるので、そういったものは別ジャンルかなと思います。で、まずこの中で私が使用した経験があるものはブラのみになります。ブラにもね、いろいろ種類がありますが、そこのお話からするとちょっと日が暮れちゃうので、今回は今一番気になっている方が多いであろうナイトブラについてのみお話ししていきます。結論から言うと、商品自体は素晴らしいものが多いと思うんですが、誤解を生みやすい広告の仕方は問題があるかなと思っています。ナイトブラの効果は、すでにあるお胸が寝ている間に重力で背中や脇に流れていって形が崩れるのを防ぐものなのに、もちろん全ての商品ではありませんが、まるでナイトブラをつけるだけで胸が大きくなっていくように勘違いさせたるぞと意図的にね、広告されているような商品もあるように感じました。うちの部員はね、分かってくれている方が多くてホッとしましたが、それでも 15% に勘違いさせているということは、たくさん売れる商品になればそれだけ大勢の方が勘違いしたまま購入してしまうということなので、美容研でもね、部員と一緒にブラ作りができるかもしれない流れでしたが、今回の騒動などを聞いて、部員が求めないならやらないし、お金儲けしたいだけと思われるならやりたくないし、それでも一緒に作ろうよっていう声がまだ多いなら、こまめにみんなとアンケートとか取りながら、広告の仕方は企業さんに嫌われても細かくチェックしたいと思いました。その他の商品についてもね、質問はよくいただきますが、結論から言えば本当にブラ以外一回も使用したことがないのでわからないというのが一番の答えですが、サプリは小さい頃から母にがんになるからやめなさいと言われていて、当時は根拠はわからなかったけど、最近調べてみたら、女性ホルモンを無理やり出そうとするのは体への負担が大きいようで、過去にね、怖い事件も結構起きてるんだそうです。最近は改善されているかもしれませんが、それを調べたり紹介とかするには私の体を実験台にしないといけないので、ちょっとごめんなさい、それは怖いので多分一生進めることはないかなと思います。バストアップクリームについてもね、何度もいろんな場所で言ってはきましたが、クリームの成分のおかげで胸が大きくなるわけではないと思うので、マッサージの時に使うクリームは別にバストアップ専用じゃなくても、自分の肌に合っている保湿クリームならニベアでも何でもいいと思います。人間の肌にはバリア機能があるから、肌からどれだけいい成分を塗っても血中に入っていくなんてことはほぼほぼありえないと、昔東大の研究施設に友人に誘われてついてた時に聞いたので、今まで私にお声をかけてくださった案件の中で最も多かったのがサプリとクリームでしたが、バストアップの案件で紹介したいと思えるものは申し訳ないのですが一つもなかったので、総額にして1000万円以上になりますが、全てお断りしてきました。案件が嫌なわけではないんですよ。私あんまり冒険しないので、案件きっかけで出会えた本当にいいなと思える商品もあったので、ただなぜかわからないけどバストアップ系には私に声がかかった中では一つも紹介したいと思えるものはなかったというだけです。育乳サロンについては聞く話だと、私が無意識に行ってきていたことを教えてくださる場所のようなので、自分でできるかなと思いますし、というかそもそも私がバストアップの動画が伸びているからか、私自身胸を大きくしたい人だと思われている方が多いのかな。一番伸びているこちらの動画では少しお話ししてるんですが、私はね、
ミニモニになりたかったんですよ。ちっちゃくて可愛らしくて子供っぽいことが正義だと思っていたので、学生時代から別にそんな巨乳ではなかったですけど、もう少しでも膨らみがあるのがなんでかすごく嫌で、夏でもさらし巻いて、その上から透明のガムテープでぐるぐる巻きにして汗かいて蒸れて傷だらけになってた女ですよ。なので単純に育乳サロンに行く動機がなかっただけです。それが自慢って言われちゃう時もあるんですけど、人には本当にその人にしかわからない悩みがいろいろとあるんですよ。そして包協については謎に包協確定ですねっていうコメントもあって、もちろんさっきの理由から包協も一切していないですし、もう昔の傷だらけの自分に教えてあげたいくらい面白い話です。でも今となってはこの脂肪のことを褒めてくれる部員に出会えたり、私のアホな行動から育ててしまった胸の知識が役に立ってるようなので、人生わかんないもんだな。あんなに嫌だったのに今は誇りに思ってます。マジでみんなのおかげです。ありがとうございます。続いて私がバストアップした期間や方法についてですが、詳しくはこちらで喋っているのでここでは簡単に説明しますが、私は成長期に B から F まで大幅に成長し、20代後半から F から H になりました。ミニモニになりたかったのは中学生の時なので、ずーっと B から C カップくらいの胸を潰しまくってきた3年間でしたが、高校からはね、一転不女子だった私が3次元に恋をしまして、お胸を育てたいというか、潰しまくって形が悪くなっちゃってたので、綺麗にしたい、綺麗に見られたいと思うようになりました。そこで正しいブラのサイズをつけるようになって、胸が息苦しくなくなったのか、そこからすくすくと成長して、どれくらいの期間とかははっきり覚えてないんですけど、高校を卒業する頃には F カップになってました。おそらく恋をしてたことで女性ホルモンの分泌が影響したことと、うちは父がボートレーサーだったので、食事面は母がかなりコントロールしていて、小さい頃から私も栄養バランスの良い健康的な食生活はさせてもらっていたので、多分その辺が大きく影響しているのかなと思ってます。そしてしばらく F カップで落ち着いていたんですが、そんな母の手料理から離れて初めて福岡で一人暮らしを始めたら一回ドンと太りました。その後で芸能界に片足突っ込むことになるんですが、周りの細さにね圧倒されて、ダイエットしたり見せ方を学んだりしていく中で、自分二の腕めっちゃ太いやんっていうことに気づいて、二の腕細くなれってマッサージをしていたら2週間くらいでびっくりするぐらい薄くなったのを感じて、これめっちゃ効くやんって毎日欠かさずやっていたら、予想外にこう胸がブラがきつくなってきて、お店に測り直しに行ったらまさかの H カップを勧められるっていう経緯です。ちなみにこのマッサージを始めたのは20代後半からなので、成長期を過ぎても大きくできるもんなんだって私は身をもって感じました。数字で言うと体重変動は失恋やら芸能界のプレッシャーやらで14歳から26歳くらいまでうろちょろしてたので期間で説明しづらいですが、トータル53キロから41キロまで減って、胸がついたのは予想外で毎日測ったりとかもしてないので、こちらも正確な期間はわからないですが、でもこれも太って痩せて胸だけ残るみたいなことはありえないってお医者さんの動画で言われてたので、何が起きてんのか原理は私はわからんです。ただ嘘を偽りない真実を話してますけど、証明するのも難しいので、もう伝わる人にだけ伝わってくれればいいです。そして最後に、これが一番部員のやる気を削いじゃった原因のようですが、3つ目、お医者さんが不可能だと言っている件については、やっぱりモンドセレクション受賞とかと同じように、人は肩書きには逆らいにくいので、医者が医学的にありえないと言ったなんてパワーワードはこりゃ不安になりますよね。私ももし自分がマッサージでバストアップした経験がなく、胸が小さいことが悩みだったら、お医者さんの言うことを信じると思うし、絶望すると思います。すると医者が無理だと言った方法でバストアップしましたなんて言ってる人を見たら、全員嘘つきのように見えて敵に感じると思います。ですが私の感じたことは2点です。1、そのお医者さんというのはなぜ美容整形外科医さんばかりなのか。2、医者と我々のバストアップの認識の相違。まず1について、医者がと言われていたので、まず何かのどんなお医者さんなのかと、バストアップ不可能医者などを検索をかけてみたところ、ほぼ美容整形外科医さんだったり自由診療をされているクリニックでした。そしてどの動画でも同じような流れで、サプリ、クリーム、ブラ、マッサージなどでのバストアップや部分痩せは不可能で、残された方法は整形しかないんですよという、数千円の詐欺に騙されず数十万円の施術しかないという遠回しなクリニックへの誘導にも聞こえました。でもびっくりするほどコメント欄は、私たちのために真実を教えてくれて本当に優しいですねとか、やっぱり包協しかないですよ
よねという書き込みで溢れていて、肩書きの強さってこんなにすごいんだなと感じました。もちろんあくまで私にはそう見えたっていうだけで、正しい知識を広めたいという善意 100% なのかもしれませんし、詐欺まがいの商品に騙されそうだった消費者が救われているんだとしたら素晴らしいことだと思います。ただ影響力のある肩書きをお持ちの方が整形以外は無意味だ、嘘つきだと捉えられてしまうような言い回しをされてしまうと、悪意や詐欺なんてしていない、本当に努力で変わってきた人にも火の粉が飛んでくるので、願わくばその辺も配慮していただきたかったなというのが本音です。でもどうして一般的な外科医の方だったり女性の胸のことならね、もっと産婦人科とか皮膚科の方が取り上げていないのでしょうか。おそらくそんなことに割いてる時間がないこととメリットがないこと、そして医療法の広告規制があることなどが主な原因かなと思いました。美容医療のトラブル多発により医療関係の方の広告行為に関する規制が強まったんだそうです。ただね、現在多くの病院の経営不振が問題になっているので、どちらかといえばそういう保険適用の診療をされている病院こそ YouTube とかでね危機を訴えるべきだろうに難しい問題だなと感じました。そして2つ目、認識の相違については、とはいえお医者さんが嘘をついているわけではありません。私の親戚にも美容関係ではない医療関係者が何人かいるので聞いてみたところ、医学的に脂肪細胞自体が移動することはないと言われているのは本当なんだそうです。もちろん医学もね全知全能ではないし、新たな研究で覆されるデータもたくさんあるので、今の段階の医学ではそうということらしいんですが、ではどうしてマッサージで効果を感じる人も続出しているのか。可能性としては、背中や二の腕の脂肪が胸に移動してきたのではなく、背中や二の腕のマッサージにより一度全体の脂肪が燃焼され、それとは別にマッサージで乳腺を刺激し発達させると乳腺の周りに脂肪がつきやすくなるので、その影響という2段階に分かれているのではないかと言われました。こちらの説もねお医者さん監修のデータもあったので概要欄に貼っておきます。またこれも結構大きい理由じゃないかなと思うんですけど、お医者さんが言うバストアップの定義は、正確な脂肪細胞の総量の増加とかグラム数の変化が見えたとか、数字として現れる変化がないとバストアップしたとは言えないんだと思いますが、多くの悩める女の子たちはそんな堅苦しい数字とかより、要は見た目の変化が大事だと思うので、脂肪の総量は増えてなくても大胸筋が育ったことによってその上についている脂肪が大きくなったように見えればバストアップ成功だし、背筋を鍛えて姿勢が良くなったことで胸が大きく綺麗に見えるようになったならそれも成功。マッサージでリンパの詰まりが解消されて全体的に美肌になったことで張りが生まれても成功だし、ブランによる形状記憶効果で総量は増えなくてもお胸が寄ってきて谷間ができればそれも成功なのではないでしょうか。私個人としてはね総量自体増えたように感じるんですけど、お医者さんの見解から考えられるのはそういうことかなと思います。もちろんお医者さんが言うことが 100% でないことはお医者さん自身も理解されているはずなので、気になったことは実際に試してみて、特にお金がかからないようなこととかね、自分の体に合った方法を信じるのが一番かなと思います。というように医者と我々一般人のバストアップの概念や定義の問題もあるので、そもそも話が噛み合ってない可能性もあるんじゃないかなと思うんですよね。どちらが嘘をついているとかいう話ではなく、たとえ同じお医者さんという肩書きの中でもいろんな意見もありますので、どんな肩書きのどんな有名人が自信満々に言った言葉であったとしても、人間の体は未知な部分も多いので、もう捉える側が気をつけるしかないんです。何でもすぐ信じる前に自分には合うかもしれないし合わないかもしれないと広い視野で考えた方が何事も絶望しにくくなるんじゃないかなと思います。この動画を見てくださってる方の多くはそんなこと分かっとるわと思われてると思いますが、今回の件で不安を感じられた方に届けばいいなと思います。ということでまとめとしては、1、巷のバストアップ商品については、ブラは効果を勘違いしない限りは素晴らしい商品だと思いますが、それ以外の商品は経験がなく怖い噂もあるので私からはおすすめはしません。2、私がバストアップした期間や方法については、成長期にブラと恋と飯で B から F カップ、20代後半からマッサージと筋トレと生活習慣で F から H カップになれたと思っています。3、医者が不可能だと言っている件については、クリニックの広告である可能性と医者と一般人のバストアップに対して捉え方の違いの可能性、そしてお医者さんだからといって 100% 正しいわけではないので、肩書きに左右されすぎず、信じたいものは一度試して自分に合うものを探していくべきだと思います。以上、いやー語った
これでね、部員の悩みが少しは楽になればいいんですが、前にも言いましたけどね、人は無意識に自分に都合のいい情報を集めようとする癖があるので、自分の誕生日の時間だけよく目に入るような気がしたりとかもそういうことですけど、自分なりに努力したつもりなのに思ったほどの効果が感じられなかった場合、努力の仕方が間違ってるかもとか、日数が足りないだけかもとか考えるより、嘘だったんだって情報に飛びつく方が楽だから。でもそれは自分から可能性を消しにいってるし、もちろん整形は全く否定派じゃないけど、危険もお金もそれなりにかかりますし、誰でも成功するとは限らないのは実はどちらも同じです。そもそも胸が大きくないと幸せになれないっていう考え自体が誤解で、もっと他の自分の長所を伸ばした方が幸せになれるかもしれません。佐久間美桜の美ボディ研究部は別にバストアップ専門チャンネルではなく、可愛いおばあちゃんになるために試行錯誤していくチャンネルのつもりなので、まだまだ部長も未熟ですが、一緒に努力しながら年取っていきましょう。それでは長々語りましたが、今日の研究レポートは以上になります。インスタでは毎日夜9時頃から Q&A も行っておりますので、動画下の概要欄からぜひお気軽にフォローお待ちしてます。今日の動画が良かったよと思っていただけたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の部活でお会いしましょう。バイバイ。